皆さんこんにちは、クオンです。今回から相馬の器っていうゲームやっていこうと思います。ニューゲーム。このゲームをダウンロードしていただきありがとうございます。まずは主人公の名前を決めてください。いいや、これデフォルトのローティーって名前なのこれ。これでいいや。ゲームを始める前に各種初期設定を行います。難易度優しい。こちらで用意した難易度設定、難易度優しいを適用しました。オープニングを飛ばしますか？飛ばさない。おい、そろそろ交代の時間だぜ。やっとか。ようやく離れられるぜ。もう少し真面目に見張れよ。生徒から来た方々に何か言われたらどうする？そうは言うがよ。あんな子が悪魔だなんて俺には信じられないぜ。見張りなんてやってられないっつーの。ん？今何か音がしなかったか？気のせいだろう。牢屋？リゼット。どうしてこんなことに？オーティ、お嬢様。オーティ、どうしてここに？お嬢様の様子を旦那様が心配されていました。もちろん私もこれで様子を見てこようと。本当にそれだけ？そもそも教会の人たち、父様と合わせてって言っても取り合ってくれないのに。父様じゃなくて父様か？万が一裁判を覆せなかった場合に備え、お嬢様を逃がす際の痛みを兼ねて侵入しました。この人多分メイドなんだよね。とはいえ、旦那様はブランシャール家の財と手を総動員し、教会の方々を解き伏せる準備を着実に整えています。あくまで万が一です。わかった。ブランシャール家、元は平民ながらその商材で身を起こし、状況によっては貴族とも対等に扱われるほどの豪商である。地元における名声も高いブランシャール家、その一人娘のリゼットに突如として悪魔だという嫌疑がかかったのはほんの一週間前。様々な聖女たちの伝説が残るこの国において、教会の権力は極めて強い。悪魔と認定されれば、行き着く先は処刑のみ。リゼットの父親は、ありとあらゆる暗証を取り揃え、民衆たちも不満を述べる声が相次いだが、教会からある一つの証拠が公開されると同時に、異論を唱える声は一気に減っていった。旦那様、オーティか。どうやら、生徒の方々は、意地でもリゼットを裁きたいようだな。あのような記録を出してくるとはな。何者かの陰謀かもしれません。あの証拠が捏造という可能性も。すまないが、あの策しかないようだ。教会の方々を敵に回すとしても、娘の命には変えられん。どうかお気になさらず、魔物の襲撃から逃げ延びたばかりのお嬢様に、このような嫌疑をかける教会の方が間違っています。そうだな。明日の夜明け前に、私も脱出する手はずになっている。ただ、やらな真似をしないように気をつけてくれ。警備しているのは
この町の兵士なのだからな。逃げるの？それと、念のために預けておきたいものがある。もし私と合流が叶わなかったときは、リゼットに渡してほしい。リゼットは昔、行き倒れていた少女を助けたことがある。リゼットより少し年上くらいながら、担当などで武装しており、明らかに自分以外の血に濡れていた。その少女は拾われた後、ブランシャール家でメイドとして働いている。今もなお。明日には火あぶりか。まさかブランシャール家のお嬢様がね。火あぶりの刑かよ。しょうがねえよ。お前だって生徒の方が放射した映像を見たろ。まあな。いつから悪魔が取り付いていたと思う？確かあの子が生まれる前後に奥さんが魔物に襲われてしばらく後に死んだだろ。最初から魔物が成り代わってたのかもしれないぜ。好き放題言って、お嬢様を脱獄させて、旦那様たちと共に行方をくらます。確実に成し遂げなくては。お、動けるようになった。これでお嬢さんを助けに行くんか。気配を消す。アイテム。見る。彼らを相手にしてる余裕はありません。前より警備が多い。当然といえば当然かもしれませんが、周囲がそれた隙をついて通り抜けるか、あるいは、夜闇を利用して気配を消すか。不意をついて仕留めるのが一番確実ではありますが、お嬢様も旦那様も嫌がるでしょうし、やめておきましょう。このゲームには視界が存在します。基本的に敵の視界に入ると戦闘が発生します。この兵士はチュートリアルのために発生しません。基本的な視界は画像の青い範囲です。メニューから気配を消せを選択することで、視界に入っても敵に発見されなくなります。ただし、使用中は BP を消していく点にご注意ください。BP ってなんだ？ BP20 って書いてあるな。俺は死んでる？遺体を見る限り殺されてからほとんど時間は経っていない。誰か来た。盗賊が出現。ゴーティは不意をつかれた。何あれ？服が破けてしまった。このゲームでは敵が衣服攻撃をしてくる場合があります。衣服攻撃を受けるとやがて衣服が破け、防御力が低下し、完全に破けると、押し倒された後に養殖されてしまいます。演出の設定がすべて詳細の場合、戦闘中の衣服は立ち絵の変化とメッセージで表示されます。演出の設定がそれ以外の場合、一定値ごとに立ち絵が変化することのみで表示されます。素人じゃねえのかよ。逃げた。
結婚から判断すると、この兵士は北から逃げてきた。ならばこの族は手封じのために追ってきた可能性がある。そしてこの階段を降りていくと、地下牢は目前。嫌な予感がします。あれ？回復できるの？いる。回復できないっぽいな。あなたたち、父様じゃない。父様の指示じゃないでしょう。大切な娘を逃してやるんだ。父様とやらには感謝してほしいところだぜ。もっとも、また家族と会えるかは知らねえけどな。なんだこいつ。先ほどの声は間違いなくお嬢様の。同族がお嬢様を逃がしてくれてるわけ？他の兵士が来る様子はねえぜ。少し遊んでやろうぜ。複数相手に真っ向から挑む真似はしたくないけど、やるしかない。ならず者が出現。トーティは標的用ナイフを召し、ナイフを投げを行うことができます。通常攻撃より強力ですが、当然ながら投擲用ナイフがなくなると使えなくなります。使えってこと？倒した。何？敵の先攻撃を受けると SP が減っていきます。SP が0になると、フォーティは絶頂してしまい、一時的に能力が大幅に下がってしまいます。SP はアイテムで回復可能です。また、身構えるを使うと、低攻撃への耐性を一時的に得ることができます。お尻触ってんじゃねえよ、このクソガキが。よし、倒した。お嬢様。悪魔脱走。複数の死人を出したこの事件は、教会の態度をさらに硬化させた。ブランシャール家当主は、首謀者として扱われ処刑された。マジか。同情する声はまだなくもなかったが、署名、嘆願はもはやなかった。肝心の娘と忍び込んだ者たちはいずれも行方が分かっていない。そう、いずれも。わあ、ねみ。よりによって金もらった後の見張りが、俺の割り当てかよ。お嬢様の誘拐に関わった盗賊たちのうち、一部がここを根城をしているという情報でしたが、少なくとも大仕事を終えたのは確かなようです。この山は魔物の群れが住み着いているという話でしたが、そのために人が寄りつかないことを利用し、アジトを作ったようですね。旦那様が止められたのは明らか、処刑されてしまった今、せめてお嬢様だけは何とかして見つけ出さなくては。やっぱりお父様殺されちゃったんだ。同じ盗賊たちが、かどうかわかりませんが、あの時と比べて装備が整っているように見える。同じ盗賊たちなら、もらった金とやらで買ったのでしょうか。表面からでは手こずるかもしれませんし、ましてここは敵のアジト。
戦闘に時間をかければ敵の増援が来る。そうなれば逃げることも難しくなる。戦う際は気配を消すなり、近くから迫るなりして敵の不意をつかなければ。敵の不意をつくことに成功すると1ターン目の攻撃力、準備性が大幅にアップします。増援が来る場合が多く存在する。うわ、マジマジかよ。逃げる。逃げる。逃げる。あれ、アイテムかな？光ってるやつ。鉄糸を3つ手に入れた。なんだろう。バレちゃったよ。資金140ゴールドじゃなくて C って書いてあるけど。薬草粉末を手に入れた。宝石用ナイフはあと9個あるんか。宝箱だ。やばい、洋服が破けてる。トラップが仕掛けられているようですね。ダガーを手に入れた。お、上がる。ていうか洋服破けてるの直せないわけ？光？空が見える。洞窟の割には明るいのは各所に対抗できるような穴があるからでしょうか。37円ゲット。何これ？だから何か物音が。どうやらここはどこかの部屋の上のようですね。あ、これで洋服治るんか。あ、ちょっと治った。酒臭い。めっちゃいっぱいいるんだけど。酔っ払いの集まりですね。油断しきってるようですけど、さすがに全員を仕留めるまでには気づかれるか。どうしましょう。罠を押し込む。あの酔っ払いぶりなら、部屋に気づかれずに張り巡らせることは。今のうちに。よっしゃ。こんなものですね。
アイテムだ。お守り？誰かいます。気配を悟られないように進んだ方が良さそうです。気配を消すには、敵からの奇襲を防ぐ効果もあります。おかしいな。どうも、見覚えのない奴がいる気がしたんだが。気ができた。勘はいいようですが、途中で気を抜くようでは。蛇毒のナイフを手に入れた。一撃で倒せんのこれ。気配。わ。これは。少女。盗賊の人たちじゃないよね。あなたは、この山に住んでるんだけど、山菜を取りに行ってたら、ここの人たちに捕まって、なんとか牢から逃げ出したんだけど、どこへ行けばわからなくて、困ってたら、誰か来たから、とっさに隠れてた。他に女の子は捕まっていませんでしたか？いたのは私だけだった。ジョー様は別のところへ移されたのか？そもそも、ここには連れて来られなかったのか？あちらの方へ行けば脱出できます。見張りは倒しましたから、抜け出すのなら今のうちです。お姉さんは？私はここでやることがあります。騒ぎが起きたらおそらく私の方を追ってきますから、あなたが追いかけられる心配はないはずですよ。ありがとう、私、ミーネ。ここから山をずっと登ったところに住んでるから、仲間になんないのか。人がいる。なんだって？ですから、あのガキが塔からいなくなりまして。バカ野郎が、ガキ相手に何やってやがった。こう言っちゃなんですけど、あのガキが本当に金になるんです？たまたまうろついてただけじゃないですか。暮らしだかなんだかという家のガキ一人払うのが、これだけでかい仕事になったのか忘れたのか？わざわざ狩猟が全員呼び出してきたんだぞ。ガキをさらうのに何か特別な理由があったに違いねえ。その理由を引き止められにゃ、間違いなく稼ぎの糧になるってもんよ。単に家柄が目的かもしれんぜ。悪魔呼ばわりされて、ほっときゃ見破りになるガキを、家柄を理由に狙うもんか。俺の勘は当たるんだ。じゃあ特別なガキとそうじゃないガキの違いもわかるんです。んなもん数集めてみるんだよ。当たりがありゃ向こうから買い取りに来るだろう。ほらとっとと探しに戻れ。ああ。く、言い抜けた返事しやがって、治療が仕事を受けた相手が妙に金持ってるのは間違いねえ。受けた仕事は終わったはずなのに、何かが動いてるような節もある。治療に先んじてあの連中のつてを手に入れられやあ。ここにいる族でお嬢様の行方を知っているとすれば、おそらくあの男。見る限り、扉の
当てつけは悪い。鍵をかけたとしても容易に破れますが、音を立てずに侵入するのはかえって難しいでしょう。ここから入るとなると正面から戦うことになる。そういえば、この洞窟は各所に開いた穴で対抗していたはず。それを利用すればあるいは、さっきのところから行くんかな。やはり、あのいかつい男の部屋は、ここから再興している。そうとわかれば。何か音がしたか？騒ぐな。言いたくなければ質問に答えなさい。あなたは、果実、ブランシャール家の霊場の誘拐に関与しましたね。いかつい男。それがどうした？この霊場はどこに？知るかよ。俺たちは、陽動役で、ガキをさらうのは、治療のとこにいる連中がやったんだ。へへ。まあ、陽動と言ってもやることはなかったかな。兵士は油断しきってるわ。濡れ衣着せるのも簡単だわ。こんなので大金がもらえるのが不思議な。では、霊場が連れて行かれたとすればどこに？いて、いい加減にしろよ、畜生。治療のアジトで引き渡し待ちか、もしくはもう取引相手に渡したかのどっちかだろう。取引相手とは？俺たちだって詳しいことは聞かされてねえ。ただ、狩猟はやたら記録を書いたり配ったりするたちだから、今回のもアジトの記録に残してあるだろうよ。では、狩猟とやらのアジトを教えてもらいましょう。なるほど、わかりました。ならもういいだろう。話してくれよ。ええ、もう結構。好き勝手にやってくれやがって。何にせ、あなたはもう死んでいる。糸が、首、馬、やめ。動かなければ助かるようにしていました。それだけ急に動けば手遅れですが。もうここに用はありません。最初の入り口から脱出しましょう。スキルポイントを3つ獲得した。このゲームでは特定条件達成時に手に入るスキルポイントを使い特技を習得していきます。スキルポイントはシナリオを進めたり、イベントをこなしたりすると手に入手できます。モーティはレベル7に上がった。200円。王者のマントを手に入れた。脱出しましょうか。さて、急速に情報の整理、使った物資の補給もしなければ。盗賊？いえ、この気配は獣か魔物の類。これほど大きな山ではありませんし、迂回して下山しましょう。何あれ？また魔物。また逃げた。出会った途端に逃げていく魔物はこれで何匹目でしょうか。その方がいいのは確かですが。今度も魔物？いや。へへへ。また会えたね。ここにいるのは偶然ですか？それとも、お姉さんがどうなったのか気になってずっとうろうろと。無謀なことを。でもこうして会えたし、よかったらお礼とかしたいから、私の家に来てくれると嬉しいなって。家に行くかどうかはさておき、あの辺りに魔物が潜んでいました。ここから離れた方が賢明でしょう。そうだね、うん。
じゃあ離れよう。妙に挙動不審。このくらいの相手だからといって、安全とは限らないとは、私は経験しましたし、経験させたこともありますが、だからこそ、不意をつくには隙だらけともわかる。帰りに魔物に遭遇する可能性もありますし、一緒に行くべきでしょう。ここだよ、私の家。あれから魔物が出てくる様子は一度もない。理由だったのでしょうか。あのベッド好きに使っていいからね。誰か来ない限り空いてるから。空いてる？ベッドが2つしか見当たりませんが、他に住んでいる方は？住んでいるのは私一人だけど。わかりました。とりあえずお言葉に甘えて使わさせてもらいます。もし困ったことがあったら何でも話してね。何でも。こんな山奥の、しかも魔物が出る場所に一人で。この家の作りや家具も、あり合わせを拾い集めたような粗悪なものではない。何か買うなり援助されるなりする当てがある。何か裏があるようですが、それが私やあの盗賊たちに関係があるのか、ないのか、有益なのか害なのか、想像するには情報が少なすぎる。言った通り、おとなしく休みましょう。念のため、窓から逃げられる用意をした上で。一方、その頃、盗賊団終了。確かに金はもらった。では、これにて。魔導士。いやはや、随分と支払ったものですな。レインブリッジ殿。私には未だに、この娘の価値が信じられんのですが。安心するがいい、マクレーン君。私は、私の研究を進めるのみで、君たちには手伝ってもらっただけで十分だ。これでも、魔導に携わる者として、あなたが相当な使い手であることは理解しておりますとも。せいぜい経過を記録させていただきますよ。本当に言う通りなのであればね。私は私の研究さえ成功すれば十分だ。見たものをどう扱うかは好きに構え、それより準備はできているのかね。あ、マジかよ。部屋は、部屋には異様な空気が漂っていた。いいではなく文字通りの意味でだ。リゼットは服を奪われ、目隠しをされた上で、椅子に縛り付けられていた。その肌に塗り付けられた液体が揮発して、少しずつ空気を汚染している。ああ、暑いよ。何塗ったの？終わったよ。なげえ。おはよう。フォーティーさん。おはようございます。少しお聞きしたいことがあるのですが、物資の買い出しに行きたいのですが、普段の買い物はどうしているのでしょうか？私、めったに買い物とかしなくて、食べ物とかは自給自足だし、山を降りれば大丈夫だと思うけど。わかりました。魔物に注意して降りることにします。あ、宿とか見つからなかったら戻ってきてもいいよ。ここには寝るところもあるんだし。そうですね。目的を果たすまでにはお世話になります。教会が私までも追っている可能性もある以上、人の来ない場所に潜むことができるのは悪くありませんが、そんな場所で暮らしているこの子は一体何者なのか。ダンジョンから
間後は拠点に戻ります。拠点では買い物、資金回収などを行うことができます。買い物。闇商人。こう来たか。場所の都合がつかなくてな。こんなところで勘弁してくれや。それより、手紙を見る限り何かやってるようだが、まさか、かくまってくれとか言わないだろうな。あるいは今は俺一人が隠れ潜むのにすら手一杯だぜ。いえ、拠点を確保していますので。今回、ブランシャール家には本があるし、補給くらいは手伝ってやるよ。金は取るけどな。家だったんで、大したもんはねえが、時間が経てばそれなりにもう用意できるはずだぜ。ここお店なの？これ一番強いじゃん。軍用片手剣。はい、お金がねえや。よし、じゃあ今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。